昆虫と植物の関係。20歳の頃、大発見をしたような気がして、眠れないほど興奮したことがある。昆虫は変態成長をする。例えば、蝶なら、卵、幼虫、さなぎ、成虫となる。これが植物の成長とそっくりなことに気づいたのだ。被子植物の成長点部分は、種子、芽、つぼみ、花となる。形態も機能も似すぎている。考えてみると、蜂の巣は花や果実のようであり、アリの巣は根や地下茎みたいである。植物に擬態する昆虫は多いが、ここまで擬態する意味があるのだろうか。調べてみると、昆虫のホルモンやフェロモンには、昆虫自身で整合性できない成分があるそうだ。その場合、食物の成分を使うしかない。ミツバチの社会では、メスの幼虫は働きバチの唾液腺から分泌されるローヤルゼリーで養われる。そのままならやがて女王バチになる。ところが途中で植物の蜜と花粉の混合食物に変えると働きバチになってしまう。十数年も地中で暮らし、地上に出て成虫になったら数日で死んでしまうセミの奇妙な生態も、根から養分を吸っていたため、木の成長に合ってしまったのではないか。植物の進化と分類と成長は、それを食べる昆虫の進化と分類と成長に重なりそうだ。稲のもみ殻と蛾の繭とか無関係とは思えない。調べれば調べるほど昆虫と植物の関係は怪しすぎる。そんなこと誰からも教わってなかったので、嬉しくて眠れなくなった。論文と呼べないような取り留めのない文章を書いて、動物関係の科学専門雑誌へ投稿したりもした。無理もないが丁寧な掲載お断りの手紙をいただいた。生物分類学や進化論にとって興味深い切り口だとは思う。けれど、たとえそれが認められたとしても、世の中が変わりそうもない話であることも事実だ。甘い汁ばっかり吸って社会とかシステムとかに規制ばかりしていると、そこに組み込まれて抜け出せなくなるという教訓になるくらいか。